かごと遭遇しました。よし、いいぞ。ゆりかごの情報が少しでも得られる。状況はいかがされました？レオはゆりかごと元老院の関与を疑っている。今の音声からお分かりになるのですか？あれは絶対防壁フェリオンだ。ええ、ここです。絶対防壁フェリオンという言葉を使っています。それが絶対防壁フェリオンは西王朝の特権砲術。西王やその側近と元老院のようなごく限られた立場しか行使できないものですから。なるほど。だからレオはあえて音声の詳細については語らず、元老院の監視が及ばないゼップとコンタクトを取るように促したのか。急ぎましょう。ゼップとのコンタクトは？はい、問題なく。少し引き返す経路になりますが仕方ありません。進路を変更し全速で航行してください。うわーって、ここはどこ？バックヤードよ。またあんたか。ってバックヤード？どこですかそれ。聞いたことあるようなないような。てかそんなことよりなんか体がだるくて頭が重いんですけど。生身でも耐えられるようにあの男が作ったフィールドの中よ。ちょっと息苦しいかもだけどじきになれるから我慢なさい。はい。ところでなんで俺はこんなところにいるのでしょう。あの男に会いたがってたでしょ。伝言があるからって。はあ。でじゃあここにあの男がいたりしたり？そうよ。彼と面と向かって話せる人間なんてそうそういないんだから役得じゃない？マジなのですか？なんかちょっと僕緊張してきちゃったな。新鮮な反応ね。あれ？でもさ、伝言はあんたに伝えたろ？残念だけどあなたの発した言葉は二次複製が禁止されている特殊な文言なの。だから私から彼には内容を伝えられないのよね。僕ちょっと理解力足んないかな。ガタガタうるせえな。黙ってついてくりゃいいんだよ。はい。戻ったね。お待たせ。連れてきたわよ。ありがとう、イノ。こいつが。あんたが。はじめまして、アクセル・ロー。こんなところまで呼びつけてすまなかったね。はじめまして。因果率干渉隊。君のことはよく知っているよ。そうなの？早速で申し訳ないけど聞かせてくれるかい？オリジナルから僕への伝言を預かってきたのだろ？そうでした。ちょっと大丈夫？しっかりしてよね。すみませんね、ちょっとぼーっとしちゃって。じゃ行きますよ。なんだこの音。普通に喋ったはずなのに。やっぱりね。第三者が立ち会っても本人にしか聞こえない仕組みか。オリジナルはさすがの格ってところかしら。なるほど、そういうことか。どう？元老院の目的ははっきりしたんじゃない？ああ、これで全てがつながった。あの第二次聖騎士団選抜大会などという茶番劇の説明もつく。少々後手に回ってしまったけどね。クロノス、これ以上君の思い通りにはさせない。お取り込み中すみません。ああ、失礼。
伝言は助かったよ。俺はもう帰っていいかしら？もちろんだ。しかし、何のもてなしも礼もないままでは申し訳ない。いや、お気遣いなく、ちょっと先を急いでますから。それは残念だな。茶菓子くらいはと考えていたのだけれど。バックヤード独自の製法でね。多分、ここでしか食べられない味なんだ。よかったらお土産にでも。一つ質問していいですか？あんたがジャスティスとかギアを生み出し、聖戦を起こしたあの男なんだよな。ああ、そうだよ。気を悪くしたら謝るけどさ、俺にはあんたがそんな悪人には見えないんだけど。ごめんなさい。やっぱ何でもないです。お菓子いただいていきます。ごっつぁんです。そんじゃ、さよならって出口どこ？あんたさ、もうちょっと怖いキャラ作っといた方がいいんじゃない？そうかな。エルフェルト・バレンタイン、出来損ないの人形どもを虐殺します。2回目だけど相変わらずバイオレンスな寝言だぜ。聞かれちゃいました？おう。やだ、恥ずかしい。恥ずかしいのかそれ。だって女性としてのたしなみが。たしなみってなんだ？もういいじゃないですか。それより今日はどうしたんですか？別に。特に理由もなく乙女の寝顔を見てたんですか？あそれってどうかと思いますよ。デリカシーに欠けます。いいじゃんか、減るもんじゃないし。減るんです。自尊心とか私の対外的な評価とか。それにこういうことに慣れてくと、もうどうでもいいかとか思うようになって女子力が減ったり、この恥ずかしいことを思い出して睡眠時間が減ったりして寿命が減ります。きっと変な寝顔でだらしなく。よだれとか垂れてました？いや、セーフ。笑い事じゃありません。いや、エルは本当に感情があるんだな。前のバレンタインとは大違いだ。認めてくれるんですか？私に感情があることを。だって普通にあるじゃん。感情のないやつがそんなにワーキャー騒がないだろ。意外です。だってソルさんは私の感情を偽物とかお芝居だとか言ってたから。ああ、親父は頭が良すぎてバカなんだよ。何でも説明できないとすぐに眉間にシワ寄せちゃうからな。そうなんですか？人のいないところで陰口を叩くとはいい度胸だな。ソルさん。なんだよ、本当のことだろ。てめえが考えなさすぎるんだ。少しは警戒心っていうものを覚えろ。大丈夫だよ、エルは悪いことなんかしないだろ。はい。ほら、真に受けすぎだ。大体エルフェルト、てめえもだ。シンから何か聞き出そうとしているなら無駄だ。こいつから意味のねえ話か間違った情報しか出てこねえぞ。くそー、反論できねえ。でもよ、親父たちの方はどうなんだ？ゆりかごの次の行動ってやつは何か分かったのかよ。今イリュリアを中心に世界規模で対策会議が組まれている。もっとも情報が少なすぎて足踏みを続けているようだがな。こちらの情報を渡せれば少しは進展するかもしれん。なんでそうしないんだよ。犯人が元老院だからだ。奴らの息がかかった人間は
世界中に5万といる。どこで聞き耳を立てているかわからん。関わる人間が多くなるほどこちらの作戦がバレる可能性も上がっちまう。じゃあ元老院の仲間を全部どっかに閉じ込めときゃいいじゃん。奴らの仲間は世界中にいると言ったろ。そいつら全員を疑ってたらキリがね。なんかめんどくせえな。まったくだ。せめてゆりかごの足取りがつかめればここの戦力だけでどうとでもなるんだがな。エレは分かんないのか？ごめんなさい。ここにいたかソル。協力者を得られるかもしれない。カイ？どういうことだ？レオも元老院のことを疑い始めた。少し引き返す航路になるが本船はツェップに向かうことにした。ツェップ？レオも独自のホットラインを持っている。ツェップの回線は特殊でイルリアの技術では傍受できない。おそらくそれを使って彼と連絡を取り合おうということだろう。ツェップは国連非加盟の独立国家。元老院にも真っ向から対立している。浮遊大陸国家だから外部との接触も極端に少ない。なるほどな。イリュリアの中にも頭の回るやつがいるってことか。ああ、ツェップ到着前に話がしたい。ちょっと来てくれ。まったく親父は本当に頭固えよな。シン。え？シン、どうしてシンはソルさんのことを親父って呼ぶの？そっか。俺たちばっか質問してたけどエルは俺たちのことをよく知らねえもんな。よし、いいぜ。何でも聞いてくれよ。うん。シンはカイさんの子供って聞いてたけど。親父は俺の育ての親なんだ。ガキの頃に預けられてさ、二人で旅した時間がエキサイティングすぎて親子のような絆ができたって感じ。そうなんだ。でもじゃあカイさんのことはなんでお父さんって呼ばないの？なんかさ、今さら照れくさいっつうか。よかった。よかった。シンはカイさんと話すときなんか他人行儀に見えてたから嫌いっていうわけじゃないんだよね。ああ、嫌いじゃねえよ。昔は大嫌いだったんだけどな。え？俺の母さんはギアなんだ。だから世間の風当たりってやつ、そいつが厳しくて昔はずっと日陰で暮らしてた。ガキの頃はこんな生活いつまで続くんだ、誰のせいで母さんがこんなに苦労してんだって。俺はそれを全部カイのせいだと思ってたんだ。でも違った。カイは母さんと俺が平和に暮らせる世界を作るためにずっと一人で戦ってたんだ。今は訳あって母さんはイルリアから動けないんだけど、それも本当は母さんが死んでしまいそうなところをカイが命がけで助けてくれたんだ。ズビー！あ、なんだよ、涙と鼻血が同時に出てるぞ。純愛じゃないですか。素敵な話ですね。種を超えた禁断の愛。私もそんな愛し愛されのめくるめく青春を味わってみたいな。そうなのか？でもシン、え？今はその誤解は解けてるんでしょ？だったらちゃんとカイさんのことお父さんって言ってあげなきゃダメです。じゃありません。すぐにじゃなくてもいい。きっとシンがそれを言いたくなる時が来ると思う。その時はね。そんな時来るかな。そういえばエルとかラムがよく言うお母さんってのはどこにいいんだ？私たちのお母さんはね、本当はいないの。え？ね、ちょっと説明が難しいんだけど、実体がないというか、私たちバレンタインはお母さんからお使いを頼まれたり
言いつけを守れと言われるんだけど、それは私たちが生まれた後で、なぜか記憶に埋め込まれてて、それを思い出してるだけなの。だからラムも私も実際にお母さんを見たり触れ合ったりはしてないんだ。悪い、俺なんか変なこと聞いちゃったかな。大丈夫だよ。むしろお母さんのこと話せるのはちょっと嬉しい。でもだからかな、私は家族ってものにすごく憧れるの。そっか。じゃあエルもその純愛ってやつを頑張れ。あれ、どうした？私にはそれが許されてないの。なんでもないよ。それより今度ラムに会うとき、私も一緒に行っていい？何が起こった？物理的接触は確認できません。ジャスティスに対しバックヤード内で何かが干渉した模様。天秤の振幅数が、そんな計測できません。デミヒューマ方式で再計算。秒間予測 4K 相当。アリア、聞こえるかい？何が起きた？アリア、落ち着いて。被験体の意識位相グラフが明滅を繰り返しています。ジャスティスを使って何かが生命を得ようとしている。バックヤードからの干渉だと？そんなはずがあるか？どうしましょう。全実験中止。ジャスティスを回収します。最優先で。どういうことだ？ジャスティスの情報質量が銀河軍に匹敵している。一個体の精神が組織生命のエネルギーを超えるというのか？何かが被験体の遺伝情報を認識しました。増殖が始まります。なんだって？意志があるのか？意志？まさか慈悲なき刑事か？混乱を防いで。何かの定義を便宜的に X と呼称しよう。以降新たな未確認情報体は連番して。 X453 秒で現世に具現化します。信じられない侵食速度だ。何としても食い止めろ。地球が情報圧壊してしまう。主任、ジャスティスの生命活動を停止してみては？ダメだ。ギア細胞は被験体の生死にかかわらずバックヤードとのバイパスとなる。聞いてくれ。バックヤードから何者かが君にコンタクトを試みている。意志の力でそれを拒否するんだ。頑張れ頑張れ頑張れ頑張るんだ。フレデリックの元に帰るんじゃなかったのか？ V2 レポートを打ち込んだ。現世からの情報供給は遮断できたはずだ。ダメです。被験体の遺伝情報からリンクに飛んでいます。 X2、X3 以上2体が確認できます。座標特定。北緯35度40分51秒、東経139度46分。日本か？管轄外です。それに絶望的に遠すぎる。このままでは183秒後に2体とも現世に具現化します。オラトリオ星人を使おう。アウトレイジ階層は破棄して。違法パルスが拡散します。協約に抵触することに。バカ野郎、そんなもの事後報告で構わん。試作のカタパルトも使え。オラトリオ星人装填アップロードまで640秒。くそ、時間が。モジュレーション反応確認。 X2、X3 実体を得ます。一体なんだ？目か？耳もあるぞ。リ
リンクジャンプ反応拡大、新たに X388 まで定義。これはあの時と同じだ。1999年の再起の日。そんなバカな。あれは電算機器にしか反応しないんじゃなかったのか。なんてことだ。地球はあと1時間もすれば人間の星ではなくなる。アリア、ジャスティスを強制制御に切り替えてくれ。何が起こっているの？体が、意識が、何をしてるの？ザトー Z ゾーン8の81、対象をロックオン。ガンマレイ準備。出力オーバーロードプラス40。プラス40ですか？日本が消滅しますよ。発射だシセル。私には。そうだよね、すまなかった。僕が押そう。主任、頑張れ。発射。何をしたの？あの光は何？私は何を撃ったの？アリア、待っていてくれ。もうすぐ解放してあげるからね。間もなく到着だ。これでゆりかご対策が前進するかもしれない。それまでに我々も情報を整理しておこう。バレンタインどもを締め上げるのが手っ取り早いと思うがな。いつまでシンと遊ばせておくつもりだ。セップにも尋問官はいる。ひとまずは彼らに任せよう。まどろっこしい。ソル、お前は本当にあの男に復讐を果たすためだけに私たちと行動を共にしているのか。なんだ急に。知りたいんだ。お前は本当に世界の運命に興味がないのか。つまらねえことを聞くな。つまらなくなどない。確かにお前はあの男に改造を施され人間ではなくなったのかもしれない。だがそれで心や魂まで変化が起きてるわけではないはずだ。はあ？だからなんだ？お前を信じたいんだ。最後にはきっと人々の剣となって戦ってくれるのだと。何を言い出すのかと思えば笑わせるな。いいか、俺は化け物だ。全てのギアとあの男を駆逐するためだけに生きている。世界が危うくなればそりゃあがく。だがそれは俺の目的のためだ。そういう意味じゃ俺はあのバレンタインどもと変わりはねえ。下手になり合うつもりなら俺は降りるぞ。一人でやらせてもらう。だったらなぜディズイを助けたんだ？何？ディズイは私の妻であるディズイもギアだ。その息子であるシンも半分はギアだ。全てのギアを駆逐するというのならなぜ二人を見逃す？この話はやめだ。二度とするな。待て、逃げるなソル。加減にしろ。叩きのめされてえか。やってみろ。上等だ。お前はその復讐が終わったらどうするつもりなんだ？先のことなんて知ったことか。そうやってシンが言うように孤独に生きていくつもりか？私はお前の過去を知らない。信頼に足る仲間がいたのか。
誰かに思いを寄せたことがあるのか。なぜあの男やギアに対してそれほどの情念を抱えているのか。そしてお前の本当の名前すらな。だがソル・バッドガイという男のことなら分かっているつもりだ。復讐に身を任せて今という時間で自分をごまかしている男だ。なんだと。ソル、明日という日は来るんだ。それがお前にとって暗く寒いものであるならば、私はそれを看過できない。たく、てめえら親子はよ。すぐに何かを変えられるとは思っていないさ。だから今は私の言葉だけでも届けばいいと思う。いいかソル、私はお前を待っている。いや、シンもディズィもみんなもだ。だから全てが終わったら帰ってくるんだ。気持ち悪いことを言うな。頭でも打ったのか。さあな。ジャスティスの子であるディズィをめとったんだ。きっと私も普通ではないのさ。ジャスティス。3ヶ月ほど前、俺は仁義をめぐって元老院の連中とやり合った。このジャンクヤードを完成させるためにな。ああ、まったくお前は何でも無茶をしすぎる。ちゃんと事情を話してくれれば穏便に済んだかもしれないのに。それがどうだかって話だ。奴らの仁義に対する警備は尋常じゃなかった。何が言いたい？それは相手がお前じゃなくても十分警戒することだろう。そこだ。元老院が俺じゃなく仁義の存在自体を恐れていたとしたら、それはなぜだと思う？まさか。カイ様、間もなくゼップに入港します。やあ。また来たの。よくもそうそう簡単にここに入れるものだね。痛い。顔パスってやつだ。その警備レベルはどうかと思う。だいたいあなたも暇じゃないはず。親父たちはセップの偉い連中に会いに行くってよ。だからしばらくはゆっくり話せそうじゃん。痛い。どうせ俺がついていっても難しい話をまとまらない話にレベルアップさせちまうからな。自覚があったとは驚きだね。で、L は何？お邪魔します。邪魔。痛い。今日こそはお前を笑わせてやる。無駄。私にそんな感情はない。だけどそんなに笑ってほしいのなら笑ってあげるからさっさと帰って。いや、そうじゃなくて。そうよ。あなたの本当の笑顔が見たいの。くどい。道具に感情は不要。だったらあなたはなぜ未だに母さんの言いつけを守っているの？私たちの役目はとっくに終わっているじゃない。それはあなた自身に母さんを裏切りたくないという気持ちがあるからでしょ？違う。それは使命。もういいじゃねえか。尋問ごっこは終わりだ。ラム、作戦に関係ないことだったら答えられんだろ？それは問題ない。今日はうまいもん持ってきたんだ。ダニー・ミサイルスのハンバーガーだぜ。ハンバーガー？ああ、うまいぜ。食べ物がうまいとかどうかなど私には関係ない。栄養を十分に満たしているか、あるいは過剰摂取にならないかを配慮するだけ。わかったわかった。だったら
こいつの評価ってやつを聞かせてくれよ。評価。どうだ？評価というのは私の主観になる。この食べ物の絶対的な価値を知りたいのなら、統計的な観点から。ああ、もうそうじゃねえよ。お前は、どう感じたんだ？しょっぱい。本当に暇なんだな、あなたたちは。それならエル、私の疑問にあなたが答えて。あなたはなぜ私を裏切ったの？もうどうでもいいじゃない。暇なんでしょ？っていうか、ちょっと言いづらいんだけどね。私は誰とも愛し合うことができないの。なぜそんな体になっているのかわからないけど、それがお母さんが私に課したルールの一つ。結婚式の時、その縛りと私の意志との間で大きな衝突を起こしちゃったんだ。やっぱり、あなたは壊れてたのね。でも、なんでそんなルールがあるの？ラムにはそういうルールはなかったの？ない。へえ、エルは不思議ばかりだな。ここに来たのも不思議パワーとか言ってたしな。はい。でもその件は実は、私自身にも本当に不思議だったんです。だからてっきり、ソルさんとかシンが一緒にいると思ったんですけどね。私がここに着いた時にはカイさんしかいなかったから、あれって。でも、結果オーライでした。そっか。でもそれすごくねえか？エルは俺がどこにいてもわかるってことだろ？いえ、誰がどこにいるかまでは特定できないんですけどね。私にはそんな余計な機能はない。もっと完成されてる。痛い。ありがとう。何？あんなに楽しそうにしているラムは初めて見た。あれが？私にはわかるの。ねえ、一つ聞いていい？おう。シンはなんでラムを気にかけてくれるの？一応敵でしょ？なんだろうな。ラムはいつも自分は道具だみたいなことばかり言うじゃん。最初は機械みたいなやつだと思ったんだけど、どっかで違って見えたんだ。感情のない道具じゃないと仲間が認めてくれない。それを怖がってるように見えたんだよ。ラムが？
ああ、俺そういうの身に覚えがあるっていうか感じたんだよ。ねえシン、もし全てが終わったら私たちバレンタインはどうなるのかな。どうって俺には分かんねえよ。だけど俺たちもう仲間だろ。仲間？ああ、それなら多分カイが何とかしてくれるんじゃねえか。仲間？仲間？なんだ、どうした？私なんだか嬉しくて。変なの。